IKEA にもこういうのあるんやって。IKEA で最大のデメリットはこれだと思ってて。こんにちは、 IKEA 大好きなサムです。よろしくお願いします。今回は IKEA の新商品で特に注目のアイテムを紹介していきたいと思います。特にこの春夏は限定のコレクションが多くなっていますので、この動画で最新情報をチェックしていただきたいなと思います。売り切れるのも早いですからね。で、今映ってます限定のコレクション、ソートロンコレクションもいくつか購入してきましたので、実際に部屋に取り入れた様子も見ていただきたいなと思います。まずは前々から気になってたこちらのチェアですね。実物を見ることができました。想像の 1.2 倍は大きかったですねIKEA あるあるですけども、編み方とかはすごい細かくって綺麗でしたね。デザインはすごい素敵で、うちにはちょっと大きいかなって感じですね。やっぱりモデルさん含め大きかったんですね。あとラグジュアリーな雰囲気もありますね。座り心地はすごい良かったです。背もたれがかなりしっかりありますので、フットレストが斜めになっているのも特徴だなと思いました。こちらのパーソナルチェアは注目されてます復刻コレクションの一つのですけども、こちらもすごく素敵ですよね。ラタンですけどモダンなデザインなのが素敵ですよね。このぐらいの大きさだったら良かったななんて思いながら見てました。こちらは最近出た家具シリーズで、棚と横にあるテレビボードもなんですけども、すごく質感がいいんです。表面が月板になってまして、ぜひね IKEA にもこういうのあるんやっていうのを店舗で見ていただきたい商品だなと思います。しかもこの棚だけじゃなくって、他にもコーヒーテーブルですとか食器棚風の棚とか引き戸がついてるタイプとかいろいろあるので、コーディネートしやすくなってます。こちらの手前にあるチェアは復刻コレクションのこれも一つなんですけども、座り心地がとても良かったです。このぐらいの大きさいいですよねまだ言ってる。やっぱりテレビ台とこのシェルフの組み合わせすごくいいですよね。今期の新商品はアートがたくさん入っています。こちらのパネルもそうですね。こういったアートは IKEA ではワンシーズンで入れ替わってしまうものがほとんどです。アートに関してはそれでいいって私は思ってて、っていうのも世界中の人と被るじゃないですかIKEA で最大のデメリットはこれだと思ってて、世界中の人と被るわけですよね。なのでこういったポスターとかアートはワンシーズンしか買えないっていうのはかえってメリットなのかなと思います。こちらのモデルルームもめちゃくちゃ可愛かったですね。このグリーンのブランケットも新商品なんですけども、めちゃくちゃ可愛いです。特にこの部屋は枕が多いですね。こちらも今シーズン出たポスターです。IKEA は手軽な値段で買えるのもいいところですよね。こちらはパネル状になっててフレームがいらなくてそのまま飾れるものなんですけども、3枚セットでなんとワンコインで買えます。あとはやっぱり皆さんおっしゃるのは IKEA といえばフレームですよね。デザインもすごくよくってコスパもいいと思います。で、今回限定コレクションのソートロンシリーズのいくつかを購入してきたので紹介します。こちらは日本の現代アーティスト高橋ひろ子様とのコラボレーションなんです。ですごく注目度が高かったので、すでに売り切れてる商品もあるんですけども、ただ今のところどれも入荷予定日が記載されてるのでまだ買えます。オンラインショップでもし買えなくてもチャットや電話注文なら他店舗から買える可能性があるので試してみてください。こちらのクッションカバーは綿 100% でさらっとした質感です。一旦洗濯したんですが、アイロンかければ、綿 100% なのでパリッとまた仕上がりました。フェザーのインナークッションを入れていきます。インテリアがホワイトとベージュ基調で、黒はねできるだけ避けてきたんですよね。なのでちょっとこのクッションが入るとどうでしょうか。めちゃくちゃインパクトありますね。これから他のブランケットなどとかも追加していくので、ちょっと見守っていただけたらなと思います。続きましてはキャンドルです。このパターンが凹凸で表現されてるのめちゃくちゃ素敵ですね。大きいサイズも売ってます。あとブラックも売っています。こういうキャンドルってホコリが結構たまるので、蓋をかぶせとくのがおすすめです。
続きましてはキッチンクロスです。今回のデザイナー様が専門がテキスタイル着物でいらっしゃいますので、商品のお披露目イベントの時にもおっしゃってたんですけども、やっぱりキッチンクロスとブランケットはとても気に入っているというふうにおっしゃってました。キッチンクロスは全然タオルっぽくなくってレイヨンが入っているので、あまりキッチンクロスらしからぬちょっとテロッとした感じの生地です。洗濯したらシワシワになります。アイロンがけは必須ですね。なのでキッチンクロスとしてじゃなくてもこういうディスプレイとかにも使えるかなと思いました。また表裏で色の違いも楽しめます。私は発売日当日に買おうとして唯一ねこのブランケットだけが品切れで買えなかったんですよね。その後無事違う店舗で購入することができました。こちらもすごくまず生地感がすごく素敵でした。こちらのルームセットでもソファーにかけてディスプレイされていたので、私も真似してソファーにかけてみます。大胆に大きめに柄を見せてかけてもとても素敵だなと思いました。薄手なブランケットですので、さらに半分に折ってディスプレイしても全然ゴワゴワしないのでいいかなと思いました。生地の感じはこんな感じ、すごく綺麗です。さらっとしてます。夏でも使えるブランケットだと思います。ベッドスプレッドっぽくしても絶対可愛いですよね。マグカップもとても可愛いですね。電子レンジ OK、 食洗機も OK です。リモコン縦にしちゃいました。今回この黒と白のアイテムを合わせるのにこのサイドテーブルも追加で購入してみました。超定番のグラドムです。ベージュが人気ですけども、あえてホワイトです。足の線が細くてモダンで素敵ですよね。すごい安いんですけどガタつきもなく安定して使えています。トレイの裏面にラベルがついてるんですけども、これは後々下取りを考えている場合剥がさない方がいいです。いい値段で買い取ってくれるんですよね。はい、模様替えの結果です。このようなニュートラルなお部屋がこんな風になりました。やっぱりクッションカバーがすごい目を引きますね。一気にモダンな雰囲気になったのではないでしょうか。ブランケットはちょっとグレーっぽい色味なので完全な黒ではなくって、なのでかえって合わせやすかったかなと思いますね、うちの場合は。で全然ウッドとの相性も悪くないなと思いました。布団カバーも欲しくなりましたね。で今回こんな豪華コラボなのにすごいお値段がお手頃なのもいい、さすが IKEA だなと思いました。でさりげなく店舗の様子に戻ったんですけども、こちらのマルチカラーの掛け布団カバーと枕カバーのセットも新商品になってます。爽やかで綺麗な色合いですよね。面白い新商品も出ていました。新しいオフィス家具のシリーズなんですけども、このフレームにキャスターがついたようなものなんですけども、そこにですね棚とかハンガーレールをいろいろ自分で組み合わせて作れるというものです。この植物が入ってる上にはですねライトもつけられるんですよ。めちゃくちゃおしゃれですよね。部屋の間仕切りとしても使えますよね。このようにいろんなパーツを組み合わせて使えるモジュール家具となっています。今映像で映ってるみたいにちょっと棚っぽく使うのも機能的でいいなと思いました。こちらのラウンドテーブルも同じシリーズの会議用のテーブルということなんですけども、すごいおしゃれですよね。真ん中にちゃんと電源の用のタップもついています。こういうの普通のオフィス用じゃなくてもすごい売れそうですよね。こちらも限定コレクションなんですけども、プーフですね。筆で描いたようなランダムな模様で個性的でアーティスティックな雰囲気がしますね。綿 100% なので洗濯が可能です。また同じ模様の枕カバーも売ってました。だいたいね布団カバーと一緒に売ってるんで、枕カバー単体で買えるのいいなと思いました。こちらのちょっと曲がった形の花瓶もそうなんです。すごい可愛いです。でちょっと隣にあったんですけども、 IKEA の人気花瓶にブラックが新色として出てました。実物見るまで分かんなかったんですけど、ちょっとだけマットな雰囲気ですごく素敵でしたね。はい、次回は棚を買ったので
紹介したいなと思ってます。でまたシンガポールの IKEA でも日本では買えない IKEA の商品をちょっと買ってきたんですけど、それはですね英語版のチャンネルの方で紹介しようかななんて思ってます。最後までご視聴いただきありがとうございました。グッドボタンを押していただけるととっても励みになります。またすぐ次の動画でお会いしましょう。